今回は、2025冬、不人気アニメに対する解説とネットの反応をお届けします。各作品も折り返し地点を迎えて、人気作と不人気作が分かれ始めてきたね。今回は、各作品の公式 X のフォロワー数と Amazon プライムの評価を指針にしてみたよ。X のフォロワー数を指針にするのは初めてね。まずはそのフォロワー数から見てみよう。今期の主な作品のフォロワー数一覧がこちら。少ない順から並べてみたよ。ユーベルブラッド、日本へようこそエルフさん、アラフォー男の異世界通販が不人気トップ3ね。ついで、没落予定の貴族、不遇食鑑定士、モメンタリーリリーと続くね。平均値を 2.5 万人と仮定すると、それ以下の作品はフォロワー数が少ない、イコール人気がないと判断しても良さそうだね。戦隊レッド、全集のフォロワー数が少ないね。話題になってる割にはちょっと物足りない数字だよね。一方で、ドクスト、花子くん、薬屋のフォロワー数がすごいね。花子くん本当に人気なんだね。続いては Amazon プライムの評価。5点満点中何点の評価を獲得しているかと、評価数を示したものがこちらの一覧表だよ。これも少ない順に並んでいるのね。棒線で示してあるのはアマプラでも有料でしか配信されてない作品。それらを除外すると、一番評価が低いのは、没落予定の貴族、ってことになるね。80件も評価があるのに平均 1.9 って、目も当てられないね。S ランクモンスターは1人しか評価してないのね。以降、黒岩メダカ、モメンタリーリリー、ニートクの1、マジックメーカー、ファーマギア、どうせ来い、A ランクパーティー、と続くね。こちらも星 2.5 を中間とするとそこまでが不人気作品ってことか。木の実マスター、花シュラ、ハニレモ、みたいに評価自体が少ない作品はあんまり当てにならないけどね。で、この2つの指針を総合したものがこちら。この表の黄色に塗られてる作品が両方の指針で不人気判定された作品ってことね。特に、没落予定の貴族の不人気ぶりがすごいね。他を圧倒してるわね。というわけで、この4作に対する X とアマプラの評価について紹介していくよ。それでは本編をどうぞ。何の脈絡もなく西洋風ファンタジー世界に屋台でラーメンが売ってて主人公が魔法でインスタントラーメンを開発するのすげえな。じゃがいも警察皆殺しやん。キャラ名安名で CV と松遥はさすがに草やろ。狼男だと思っていたのに名付けたら変身して、女性だとわかり、すごく懐いてくる、とか、どうにも好都合のいいハーレム的展開が多くてうんざり。さすがに王女様は奴隷契約しなかったと3話で安心していたら、4話で主人公が王女様に、約束の地の王でございます。主様、とか静かれて完全に終わった。主人公を、主様、と呼び、服従モードで本当に悲しい。こんなにキャラが出てきて人間関係と呼べるものが一つもない。なんだかどんどん見てる人を置いてけぼりにしていってるな。超展開とかそういう方じゃなく、単純に話が飛び飛びになってる感じ。テンスラとかって面白かったんやなって。すごいよ、これ。ダメな、ナロー系の典型例であり、最高峰に位置するんじゃないかな。とんでもなくパクリのような内容と、クオリティの低さ。主人公は転生して膨大な魔力を得て何の苦労もなく無双し、それを美少女たちが取り囲んでハーレムを形成する話。没落貴族もはや関係なさそうだし、絵も演出も脚本も何もかも残念すぎて辛い。年がたくて遠慮がない地位と主人公が次々と無双していって、物語がポンポン進んでいくんだけど、話の内容が一向に頭に入ってこない。多分、脳が、記憶する価値なし、と判断して記憶拒否してるんじゃないかな。窓ガラスがあって、紙の本があって、現代の服着てる奴がいるのに、他の文明レベルがやたら低い変な世界。どいつもこいつも室内で全力の攻撃魔法を使わせようとするとか、アホしかいない世界なのか？口以外ほとんど動かないとかはまあいいとして、壁に開けた穴が直後に消えてるとか、池の底に開けた階段の地面に埋まった部分が空中に浮いてるとか、作ってて変だと思わないのか？話の展開が主人公に都合よくできすぎて気持ち悪く感じます。冒頭から、とにかく駆け足で話が進んでいくせいで、内容が薄っぺらでなかなか感情移入できません。どのキャラもさらっと登場して仲間になったり敵対してみたりと、とにかく薄い。モメリリとアクエリオンはマジでどこの総向けなんだ。謎アニメすぎる。モメリリ、予想通り脚本が破綻してるらしくて草。4話あたりからオタクの感想ポストが露骨に減ってるもんね。それだけ視聴を切られたってことじゃん。5話まで来てもモメリリの楽しみ方がわからない。モメリリの一番ついていけないところってギャグやコメディのセンスだよな。モメリリ君がガチ茶番ムーブに移行したっぽい。何度も言うけどユリが死んだこと完全に忘れてるよね。もともと、ストーリーやアクションはいいけど日常パートがきつい、って印象だったけど、ここ数話ストーリーは進まないし戦闘はないしで1話丸々きついだけのアニメになってる。キャラの掘り下げ動向以前に、内容に対して、会話してるだけ、って印象が正直拭えない。肝心のキャラ同士の掛け合いが特別面白いってわけでもないのが、戦う美少女プラスポストアポカリプスプラスサバイバル飯という無難に作ればそこそこ人気出そうな組み合わせなのによくわからないこだわりで強みを活かせてない感がある。
あえて埋葬や料理という性を感じる行為を描いた上で、どこまで息遣いの聞こえてこないいい意味で全てが嘘くさいアニメをできるかの挑戦をしていると思う。ストーリー動向の前に視聴者に対する作画の攻撃力がすごくて目が回りそうでギブ。不自然な髪の毛に目が行くから、内容があるのかないのか知らんけど話が全然入ってこない。変なキャラ付けのせいで喋ってる内容が入ってこない。無駄に、ギルティとか、お姉ちゃん、連呼させたり、四六時中髪の毛動かすのに労力使うなら、もっと整理して話をしっかり伝えることに力入れた方がいいと思う。情報量を増やせば増やすほどにワンパターンが露呈する。例えば綿密に書き込まれた髪の毛が首の傾きごとに揺れる。綿密に書かれてるからこそそれに目が行くのは当たり前で。それを繰り返すから演技がワンパターンに見えてくる。カメラワークもとりあえず動かしとけくらいの意図なのか、違和感しか印象に残らない。2話目で最初の退場者が出たわけですが、無駄なわちゃわちゃでキャラクターへの感情移入もない状態なので何も響かないんですよね。ある意味ここまで虚無なのも珍しい。好きな子がメガネを忘れたを見た時にヒロインがえらくシャープなキャラデザに変更されてるがこれはこれでいいなと思っていたが、このアニメを見て、この制作会社のアイコン的なデザインをしていきたいだけで原作は割とどうでもいいんだな、というのが見えてしまって割とがっかりしました。これ見るの修行なんでおすすめです。絵はいい。テンプレだけ組み合わせた作品。キャラもどっかで見たことある人ばっかり。テンプレだけに安定だがそれでええんか？回を追うごとに主人公がうざい。作者がこれをネタとして描いてるのか本当にかっこいいと思って描いてるのかでだいぶ話が違うぞ。よくある追放系で大変よろしいんだが、指パッチンだけやめてほしい。本当に虫図が走る。主人公の指パッチンがあまりかっこよくない。ハガレンのマスタングのはかっこいいのに。このタイトルで役がエイラン離脱とかエイラン迷宮でもなくエパリダなんだ。3話まで見たけど、色々説明不足だな。他のメンバーが A なのに主人公だけ B なのも意味不だし。プリズミックミサイル？どういう効果なのかよくわからん。いつの間にか出れてる仲間に持ち上げられる作品。ヒロインたちのストーカーみたいな人がどうなるかが気になったのでもう少し続けてみる。いつかアニメ化すると思って楽しみにしてたけどこんなひどい作品が仕上がってくるとは思わなかった。これ、原作者切れてもいいんじゃないか。作画と脚本がひどいです。このまま原作とは別物の、お子様向けアニメみたいな内容で進行するのかな。人生イージーモードの創作漫画の何が面白いのか。テンプレ的なアロッパの追放もの。違いがあるとすれば現実世界より発達してる動画配信ぐらいか？ 16 対9のライブビューイングは完全に現代日本発想まんまでなえる。村人が手に持ってるのはスイッチかな？話はタイトル通りで可もなく不可もなく。教え子3人が皆女性なのは気になるが、この先下手にハーレムに走らなければ見られるかも。まずダンジョンがなぜ存在してるのかを説明してない。だから主人公がパーティーを抜けてもダンジョンに潜る目的がわからない。そして元教え子の関係性すら薄い。普通。キャラもストーリーも何もかも、もうとっくに見飽きたテンプレの寄せ集め。配信システムが唯一珍しめなポイントかな？どうしてこれを連続2クールでやろうとしちゃったんだろう。原作がひどくてもレベルの高いアニメスタッフによって良作アニメとして生まれることってあると思うんだけど、この作品はラノベのよくある崩壊文章をそのまま映像にした感じ。教習所とかで見せられる大げさな事故とかしてなんか言ってるビデオ、あれを思い出しました。一から魔法を作るんだと興味を持って見てみたのだが昔から言われてる30歳まで童貞なら魔法使いになれるというネタを使った内容がスカスカのアニメだった。この物語自体本当に30歳童貞が考えた妄想ノートみたいな内容。転生後の世界は周りの人は知恵がなく浅い日本の知識で何事も切り抜けていく。中身がいい年した人間の知識やら人格を備えた状態で姉と抱き合ったりずっと一緒で結婚する愛情が魔力にいいなんて気持ち悪すぎる。ユニークな設定ではあるがストーリーの展開が遅すぎて退屈してしまう。1話目は転生ネタを曖昧にした描写と幻想的な演出で、これは今後に期待。と思ってたのに残念ながら2話目で一気に陳腐化。ガチで30歳童貞だと魔法が使えると信じ込み、30歳になった直後に魔法を使おうとするがもちろん使えず、過去を見る限り他人とのコミュニケーションも苦手。それが転生後にいい絵柄に生まれ可愛い実子と添い遂げる宣言。ここまで得たい設定を転生前の人物に与えられるとどうしても、転生前の設定は重要だなと思わされた作品でした。他の方と同意見、第2話がなければあと星2つは上乗せしたかも。1話目はなかなか面白そうな話なのになぜこの低評価って思いましたが、2話見て一気に興ざめ。まんま子供の思考能力、精神力しか持たない30歳。社会人としてどうなのよ。いや仮にニート人生30歳であってもあそこまで幼児じゃないだろ。ほんと、こんなんばっか。なんか思ってたのと違う感じになってきた。主人公がもっと共感できる人物像だったらなぁ、という感覚になっちゃったのが厳しい。ああ、なるほど。だから転生前を2話まで引っ張ったんだ。魔法大好きコミュ障でチェリマホ信じる中二病フルコンボだどん。これ知ってしまうと転生後の態度に嫌悪感を抱いてしまうな。
中身は30歳だという表現からなのだろうけど、アヘ顔は正直やめてほしい気持ち悪い。痛々しいおバカが転生した割に聡明すぎないか。それに魔法を科学してしまってはそれはもはやこの世界の自然現象では。転生前の姿を映されると急に萎えるよね。大の大人なのに転生後に子供っぽく振る舞っている姿を見ると痛々しくなるというか、それをうまく描いた無色転生はすごい。でも中身はまあまあいいな。一から魔法を作り出していこうとする設定に忠実に沿って話が進行している。作者はかなり異質なセンスを持ってるな。他の小説家になろう作家は悔しいのでは？には冒頭で脱落しかけたけど魔法の探求、具現化は見ていて面白かったな。前世の知識で無双するのも悪くないけど、素人考えで地道に積み上げるのも良き。もう少し見てみようかな。魔法を大成したその先が気になる。他の作品はいいところを挙げてる人もそれなりにいるのに、没落予定の貴族だけはほとんど批判的な意見ばかりだったね。さすがにあそこまで既視感満載な内容だと見る気なくなるよね。原作者の三木なずなさん自体が量産型の作者だから、ここの作品の内容が薄くてどれも似たり寄ったりになるのは仕方ないのかな。ナロー自体がそんな作品だらけだもんね。モメリリはどれもこれも全く同じ意見ばかりで逆に笑っちゃった。ここまで批判意見が全く同じなのに何度作品を作っても同じことを繰り返すんだから、ゴーハンズはもう狙ってやってるよね。他の動画で見た意見なんだけど、引き算をせずひたすら足し算ばかりやってる、という意見になるほどなと思ったわ。それが見てる側にどれだけストレスをかけてるかとか、そんなのはどうでもよくて、とにかく俺たちの技術を見ろ。ってのがやりたいだけなんだろうね。好きなことがやりたいなら同人アニメでやって、貴重な地上波放送枠は他に譲ってほしいわ。それ以外の2作はアマプラでは酷評されてたけど X では好意的な意見も多かったね。A ランクパーティーは、このテンプレがいいんだよ、って層が一定数いるみたいね。テンプレ通りでも面白ければいいんだけど、目新しい要素を入れて差別化を図ってる割には面白さに直結してないところが欠点かな。配信とか、パーティーの女子に執着してるストーカー貴族とか面白げな要素を活かせてないよね。何よりも主人公に魅力がないよね。主人公のキャラだけはテンプレじゃダメだと思うわ。そこが賛否分かれてるのが、マジックメーカー、だね。この作品、アマプラではケチョンケチョンだけど、X では、実は良作、って意見が多い。私も唯一見てるのがこの作品だけだもん。単純に、魔法を作ってどうしたいのか、が気になるし、どういう結末に持っていくのかも気になるし。どうやら主人公に何らかの秘密があるっぽいことと、姉とは血縁がないっぽいことが明らかになったから、そういう意味でも先が気になるよね。でも前世はやっぱりキモいから魔法連成成功時のあのゲス顔はやめてほしいわ。確かに。今回の動画はいかがでしたか？コメントでご意見を寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。